じゃあ、再び宮田の方からですね、もう12月も目前ということで、次の冬の話をさせてください。はい。冬のカスタムイメージスペシャルエディションのテーマは、冬の冷たい空気感を映すということです。刺すような冷たい空気や、葉を落とした雪の質感などを表現するために、リミテッドレンズの中でも特に高い解像感が得られる HDFA31mm リミテッド、HDDA35mm マクロリミテッド、この2つのレンズを、パートナーレンズとして選びました。はい。ですね、絵作りの方向性ですけれども、冬のカスタムイメージスペシャルエディションは、シャープで廃棄。で、低彩度の中でも赤みがかった茶色、少し青みがかった白が特徴になります。それではですね、ちょっと実際に作例を見ていただこうかなと思います。はい。まず1枚目ですね。雪を白くさらに冷たく、冬の乾いた空気感を感じさせる、そんな絵作りを目指して、このような、作例が取れるカスタムイメージとなります。はい。じゃあ2枚目ですね。こちらもですね、このようにちょっと寒々しい感じが、表現できるような写真となっています。はい。で、こちらですね、3枚目になりますね。このようなちょっと形で、冬のカスタムイメージスペシャルエディションはですね、12月初旬に、リリース予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、宮田さん、ありがとうございました。皆さん、これから、訪れてくる、本格的な冬ですね、これを撮影する際にはですね、対応レンズをお持ちのお客様は、ぜひ、この冬のカスタムイメージを活用してみてくださいね。はい、じゃあ、若城さん、今後の機能拡張ファームウェアですね。で、今なんかこう、考えていることとか、もう今日、せっかく参加いただいているお客様にご案内いただけることって何かないですか？ですね、実は12月の公開予定のファームウェアでは、その先ほどですね、宮田さんの方からご紹介した、その冬のカスタムイメージに加えて、他にも機能っていうのを用意しております。はい。まずはですね、そのフォーカスリミッターという機能なんですけれども、フォーカスリミッターっていえば、レンズ側のスイッチで切り替えるのが一般的なんですが、発売したばかりの HD、DFA マクロ、102.8、こちらではですね、ボディ側からボディ側からの制御でフォーカスリミッターを実現するという仕組みが盛り込まれておりまして、それを有効にするための機能っていうのが、この12月の公開のファームウェアにも含まれております。近景か円形か、そういったところをあらかじめ指定することで、その AF のサーチ範囲を絞ることができますので、スムーズなピント合わせを実現することが可能になっております。はい、それからですね、さらにその K3 M3 に関しましては、これらの機能っていうのが、機能とか性能向上っていうのも盛り込まれる予定です。ファインダー撮影時 AF、ライブビュー撮影時 AF、それぞれで縦横構図の即拠点という項目を設定できるようになります。例えば、ポートレート撮影で縦位置横位置の顔の位置とかに基準位置を設定しておけば、即拠点レバーのセンタープッシュで、それぞれの構図で基準位置に戻すことができます。それから即拠点の移動っていうのも縦位置横位置それぞれで設定することができるようになっています。そして2つ目、そのセレクト XS ですけれども、こちらはセレクト S よりもですね、よりピンポイントで即拠したいときに有効なものになっております。それからクロップ。こちらはですね、すでに 1.3 倍っていうのがあるんですけれども、より望遠効果を生み出す 1.7 倍というものを追加します。ちゃんとファインダー内にもその 1.7 倍の時の枠っていうのは表示されます。
それからですね、KS3 Mark3 では、遅いパン操作にも対応する、流し取り専用モードっていうのが搭載されています。でこちらの機能ですね、縦方向、横方向にはいいんですが、ちょっと斜め方向では、ちょっとうまいこと、補正されないというようなことがありました。そういった、動作の弱点というのを、改善しまして、本当に非常に大きく、改善しましたので、この流し取り専用モード、非常に完成度の高いものに仕上がっていると思います。はい、以上となります。はい、若城さん、機能拡張ファームウェアのご紹介ありがとうございました。K3 Mark3 もまだまだ進化していくということで安心しました。それではですね、皆様、時間もいよいよ、迫ってまいりましたが、最後のプログラム、こちらですね、ペンタックスの光と影ということですが、こちらは若城さん、はい、どういう内容でしょうか。はい、光と影ということで、モノクロの話をさせていただきます。モノクロね。はい。一体どういう話なんでしょうか。はい。じゃあ早速お願いできますか。はい、ですね、2021年の11月の27日に、ペンタックスミーティングオンラインにて、K3 Mark3 の派生モデル案として、ジェットブラック、モノクローム、それからアストロ、ガンメタル、マニュアルフォーカスといったようなモデルというのを紹介しました。でそこで人気投票を実施しましたけれども、結果的に一番人気だったジェットブラックに関しましては、クラウドファンディングを実施しまして、で多くの方に支援していただきました。ご支援いただいた方、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。でそしてこの人気投票で2番目に投票数が多かったモノクローム。こちらですね、モノクロ専用のイメージセンサーを採用して、モノクロでしか撮影できないというものになっているんですけれども、これを実際にですね、モノクロ専用のイメージセンサーを K3 Mark3 のボディの方に組み込んで試作を行いました。で、ここではですね、その K3 Mark3 のモノクロ専用のモデルの試作機で撮影した画像と、通常の K3 Mark3 のカスタムイメージ、モノトーンで撮影した画像、これらを比較してご覧いただきたいなと思います。まずは ISO200 の比較画像なんですけれども、左側が K3 Mark3 のモノクロ専用のモデルの試作機で撮影した画像で、右側が通常の K3 Mark3 のカスタムイメージモノトーンで撮影した画像になります。ですね、レコードの、細かなですね、溝っていうのが、モノクロ専用モデルでは潰れることなく、よく改造できているのがわかるかと思います。それから、下の方のですね、フラットな面っていうのも、その細かな質感までですね、よく描写できているかなと思います。はい。で、こちらが、ISO、25600の比較画像になっております。ラバーの脂肪とかですね、繊維の糸、一本の糸までしっかりと描写できているのがわかります。で、モードダイヤルのあたりとかですね、そのノイズの細かさに注目していただきたいなと思います。通常の K3 Mark3 も滑らかな階調を大切に細かなノイズ表現にこだわっているんですけれども、このモノクロ専用のモデルっていうのはですね、本当に積極的に高感度にして、ノイズを入れたくなるような、そのノイズの粒子が非常に細かくなっているというところが見ることできたなと思います。モノクロでしか取れない、けれども、それによって得られるその画質面での効果というのが非常にすごいなと思っておりまして、こんなモノクロ専用モデルいかがでしょうかというところですね。はい。はい、若城さん、ありがとうございました。私が全然突っ込む暇もなく、いっぱい、語っていただきまして、もう、こんなものが、試作とはいえ、着々と進んでいたんですね。
ところでですね、今日見ていただいているファンの、参加者、視聴者の方々をちょっと代弁してですね、ちょっと質問させていただいてよろしいですか。はい、お手洗いやかりよろしくお願いします。はい、いえ、大丈夫です。ですね、まずですね、一番最初にですね、アンケート、去年のK3 Mark III の派生モデルで、モノクロモデルが、もともとそのアンケートの選択肢に入ってたわけなんですけども、ちょっとその理由っていうのが、もし教えてもらえればと思って、個人的にはですね、他が結構、外観が黒いとか、グレーメタルとかあった中で、ちょっと意外な感じがしてたんですけども。はい、ですね、もともと設計の方から提案があったっていうのが発端なんですけれども、モノクロ撮影についてですね、深く、調べるうちにですね、絵画におけるデッサンのように、写真撮影における基本ではないかなという具合に考えるようになりました。カラー情報がない、モノクロ専用のカメラで、光と影、質感とか空気感とか、形や線とかですね、そういったものを常に意識しながら、撮影するというのも、非常に面白いんじゃないかなと思いました。なるほど。じゃあ、すいません。もう一つツッコミだけ。設計から、そういう提案がありましたよということなんですけども、じゃあですね、そもそも設計の方からですね、なんでモノクロ専用機の提案があったんですかね。そこはですね、ちょうど提案してくれた宮田さんが、隣にいますので、そこ、宮田さんの方から話してもらおうかな。宮田さんでしたか。宮田さんいます大丈夫、どうも。ですね、率直に言いますと、モノクロセンサーの一眼レフカメラが、自分で欲しいなと思ったのですね。で、デジタルカメラって、画像処理でカラーの画像も簡単にモノクロ変換ができるんですけれども、白黒専用のモデルっていうのが極端に少なくてですね、画像処理でできることをわざわざモノクロ専用センサーを用意して、カメラにするということに魅力を感じていました。なるほど。今日ね、参加していただいている方も含めて、モノクロ、白黒の写真ですね、それもフィルムで、楽しんでいらっしゃるという方も、昔からたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう方からするとですね、できればフィルムと同じサイズ、要は35ミリ、フルサイズモデルで、考えるっていうこともありかなと思ったんですけども、今回 APS-C の K3 Mark III ですね、の派生モデルとして、このサイズを選んだという理由は何かありますか。はい。他の機種よりも、実現性が高かったからですね。あと、APS-C センサーのモノクロ専用モデルというのが、存在しないっていうのも理由の一つになります。小型軽量な一眼レフで、軽快な操作性や撮影テンポが得られるモノクロカメラって、いいんじゃないかなと思いました。実際にその試作してみて、試作機の画質についてはどんなのですか。はい。以前ですね、モノクロセンサーの検討を少ししたことがあったんですけれども、その時から画質の良さは、認識してました。ただ、今回改めて、試作機を作っていろいろとテストをして、モノクロセンサーの域、あとポテンシャルを再認識しました。モノクロ専用という部分で、一番違ったのは、カラーセンサーのように色を補完して、画素を生成しないことによる解像感の違いや、繊細な部分の表現力がとてもすごいなと思いました。現在でも、そのフィルム一眼レフ、モノクロフィルムで、撮影される方とか多いんですけども、それとの違いってどういったところにありますか。はい、そうですね。一眼レフカメラなので、実際の光を目で見ながら、撮影することで、カラーで被写体を見て、モノクロの仕上がりを想像しながら撮影するという意味では、白黒フィルムを使う感覚と同じだと思います。でもですね、デジタルカメラなので、撮影後すぐに仕上がりを確認することができ、その想像との差分っていうのをすぐに確認することが可能なところが、大きく違うんじゃないかなと思います。それ以外にも、フィルムと違って、デジタルでは感度も途中で自由に変更することが可能なので、
先ほどの画像の通りですけれども、低感度の滑らかな階調表現から、高感度のノイズで荒れた表現を瞬時に切り替えて楽しめるっていうのも、フィルムのとの大きな違いだと思います。あとですね、デプレ補正や、オート撮影、ハイパー操作系など、使い勝手の良さや、超高感度での撮影も可能となります。実際にモノクロ専用モデルで使ってて、ここはカラーで撮りたいなとか思ったりしないですか？はい。モノクロでしか撮れないっていうのが、一番の魅力だと思います。通常モデルの、モノトーンで撮影していると、いつでもカラーに戻れるっていう安心感がありますが、モノクロフィルムで撮影するのと同じように、その時に、撮影に集中してできるのがいいことだと思います。